はいはい、こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日はですね、この新しい T シャツで撮ってみたいと思います。はい、これは最近買った、古着なんですけど、ポロラルフローレンのシャツです。はい。ダンスしてるとですね、ちょっと大きめの T シャツを買ったりするので、はい。で、よくこういうこんぐらいの大きいサイズのを着てるんですけど、はい。今日はこの買ったちょっと大きいポロのシャツで撮っていきたいと思います。はい。うるさいよ、そんなのいいから早く話しなさいって思うかもしれませんが、すみません。聞いてくださった方、ありがとうございます。はい。みずきです。チャンネル登録お願いします。で、今日はですね、前回ざっくりアニメについて話したと思いますので、今日は一つのアニメに絞って話したいと思います。はい。また次回は違うアニメについて話したいと思うので、はい。今日好きなアニメでもそうじゃなくても聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。で、今日はもうここに見えていると思うんですけど、今日はじゃん、配給について話したいと思います。はい。皆さんはどうですか？配給は見たことがありますか？または漫画は読んだことありますか？それとも少なくとも知っていますか？配給は日本で結構有名で人気なアニメ、漫画だと思っております。はい。漫画自体はですね、もう終わっていて完結しているんですけど、アニメはまだ終わっていなかったりとか、あと映画が、数年前に1回やって、で、またもう一つ新しい映画が、やるよって言っていたりとかするので、はい、全然ね、なんか全体としてはまだ終わっていないかなという感じではあります。はい。で、そうですね、なんでこのアニメが好きなのか、どんなところがいいのかっていうところをちょっと話せたらいいのかなと思います。あとはいつ見ていたのかとかですね。はい。で、そうですね、日本語を勉強していて、で、多分話すと思うんですよ。好きなアニメとか、好きな漫画、好きなドラマ、好きな映画、ね。日本語を会話練習してると話す時があると思うんですよ。で、そういう時に、ぜひね、じゃあ好きなアニメ何ですか？例えばね、何ですかって聞かれて、そうですね、配給です。配給が好きです。おー、いいですね。どうしてですか？どうして好きなんですか？聞かれるじゃないですか。理由ね。はい。で、それで、そうですね。キャラクターがかっこいいからです。とか、面白いからです。で、終わっちゃうともったいないですよね。で、もうちょっと詳しく理由を説明できたりとか、あとは、ね、その相手が知らなかった時ですよね。どんな話ですかって聞かれて、バレーボールの話です。で終わらないように、理由とか、ストーリーについて、もう少し詳しく話せるようになったら、ね、楽しいんじゃないかなって思いますし、相手との会話ももっとね、弾むんじゃないかなって、楽しくなるんじゃないかなって思うので、はい、ぜひ皆さんの好きなものについて、アニメじゃなくてもいいですよ。その理由とか、ね、どうしてとか、それをもうちょっと詳しく話せるように練習したらすごくいい練習になるんじゃないかなと思っておりますね。好きなものですしね。はい。なので、もしよかったらそれ練習してみてください。はい。で、そう、今日はですね、配給についてになります。で、私が初めて配給を読んだのは中学生の時ですね。
はい。アニメの前に最初まず漫画として出ていました。はい。なので、これがそう本当にちょうど中学生の時、中学生で私バレーボール部でバレーボールやってたんですけど、それもあってバレーボール部のみんな読んでたんですよね。はい。で、友達に借りたりとかしてみんなで読んでいて、面白いなって、その時はバレーボールやっていたからね、それもあって好きだな、面白いなって思って、そんなに深いところまでは考えてなかったんですよ。はい。なんですけど、中学校を卒業してバレーボールをあまりしなくなっても、高校生、大学生、そして今大人になって漫画が終わった後でもたまにアニメ見たりするんですよね。はい。とか、まだ映画とか終わってないので配給キャンペーンとかお店でどっかやっていたりコラボとかあると欲しいってなってそのお菓子買っちゃったりとかするぐらい今でも大好きなんですよ。はい。なので自信持って一番好きだなって言えるんですけど、っていうね、今のがいつ見てたかとかそういう経緯についてです。はい。じゃあなんで好きかっていうところですよね。はい。ちょっとこれもねメモしたんですけど、はい。なんで好きか、たくさんあるんですけど、なるべく長くならないように頑張ります。はい。で、まず一つ目は本当に勇気とかやる気が出るっていうところです。はい。アニメを見るとうわ頑張ろうって思えるんですよね。はい。もうそれバレーボール関係なしにどんなことでも自分が頑張りたいっていうことが今あったらすごく勇気をもらえるセリフ言葉がたくさんあります。はい。なので私はですね、中学校を卒業した後も、高校生で、大学に入るためのテスト勉強をしている時とか、たまにですね、元気が欲しい時とか、はい、あと悲しくて落ち込んだ時とか、はい、あと最近で言うと日本語教師の資格のテストがあったんですけど、それの勉強のやる気を出すためにちょっとアニメを見るとかね。でなので本当にバレーボール関係なく頑張りたい、もうちょっと勇気元気が欲しいっていう時に見るともう本当にね、なんか心に火がついたようにうお頑張るぞ、よし今からやるぞってなるんですよ。それが本当にすごいところだなと思います。はい。なのでバレエに興味がなくてもぜひね、何か頑張りたいことがあったら見てみてほしいなと思います。はい。で、そうですね。じゃあ一つだけセリフ紹介します。私が大好きな言葉いっぱいあるんですけど、その中でも頑張りたい時に頑張れる、思い出したら頑張れるっていう言葉がこれです。できるまでやればできるです。はい。当たり前じゃんって思うかもしれないけど結構刺さるんですよね。なんかに挑戦してダメだったあるじゃないですか。もうダメかもしれない、でもできるまでやればできる、そうなんですよね。できるまで何回でも何回でもやってできた、できる、そうなんですよねすいませんね、もう大好きなんで熱く語りすぎているはい、見てくださってる人本当にありがとうございます。はい、はい、なのでぜひ皆さんも日本語の勉強できるまでやればできる、これを信じて JLPT とか会話練習とか頑張ってほしいなと思います。はい。そして、好きな理由2つ目がですね、キャラクターのペア、カップリングがあるんですよ。はい。例えばこれで言うとこの人主人公、そしてその相棒みたいな感じですね。はい、一番一緒に頑張っているペアなんですけど、こんな感じでこの人とこの人のストーリ
とか、この人とこの人のストーリーとか、そのペアがあって、そこでねやっぱり感動させられるんですよね。はい。まあもちろんね、その違う人が頑張れってその人に言ってもいいんですけど、そのペアで一緒に頑張ってきたからこそ、こっちの人がこっちの人にね、一番響くであろう言葉で頑張れっていう気持ちを伝える。あと相手のために怒る、そして喧嘩をして成長するとか、そういうペアがたくさんあって、で本当に感動するんですよね。はい、それが好きなところの一つです。はい。で、もう本当に長くなりすぎる。まあいいや、もう話させてください。はい。そして伏線回収、これ前回ちょっと言ったと思うんですけど、これもたくさんあります。ね、例えばなんだろうな、この主人公日向翔陽くんいるんですけど、この子が行きたかったなんだろう、イベントじゃないですけど合宿かな、そうトレーニングですね。この子が行きたいって思っていたトレーニングにこの子は呼ばれなかったんですよ。はい。で自分は行くことができなかったんですけど、見学でもいいからって言って押しかけて行って、でそのトレーニングに自分は出れない、参加できないんだけど、その中で苦しんでいる選手がいて、でもしかしたらこういう方法いいんじゃない、ちょっと僕の代わりにやってみてって言ってアドバイスをして、でおーってやるんですけど、でそれをもっともっと後でそのアドバイスを今度はその日向翔陽くん自分でやってみるんですよ。すごい大きな大会でそれをやるんですよね。ででそれでチームのみんなが救われたりするので、そうちょっとね何言ってるか分かんなかったらすいません、ぜひ見てください。はい。っていう伏線回収ですよね。この時こういうことがあった、この時こういう話をしていた、それを今度後でこういう違う形で話として出てくる。そしてあの時のあれだ、ここで来たのかって感動するんですよね。それが多いんですよ。はい。なのでなんか気持ちとかね、今までのもう歴史ですよね、どういう風に頑張ってきたのかとか、それがギュッと詰まって後で形となって現れるので、大きく感動するっていう、それがたくさんあって好きだなと思います。はい。で最後にもう一つ、これはそうですね、みんな本当にいろんな性格、いろんなユニークなキャラクターたちがいます。はいね。アニメなんですけど、でも実際なんだろうな、現実世界に存在するような人としては描かれているので、そんなに現実離れしてないっていうのも、刺さるところではありますし、チームスポーツじゃないですか。バレーボールってチームスポーツだけれども、個人としてもみんなそれぞれ自分の方法で成長していく。そしてもちろんチームとしてもチームワークも成長していく。はい。っていうので、みんなどうやって頑張っていくか、それぞれいろんなストーリーがあって、でチームとしてもストーリーがあって、でチームのライバルのチームにもストーリーがあって、はい。本当にね、たくさんね、なんか歴史となる背景ストーリーがたくさんあって、もうこれはね、見れば見るほど、こういうことだったのか、あの時のこれがってなるので感動します。はい。すみません、個人的に一番好きなアニメなのでこれでも抑えたんですけど、ちょっと熱く語って長くなってしまいました。はい。もしね、全然興味ないよっていう人がいましたらごめんなさい。はい。ね、でもぜひ一回見てほしいなと思います。はい。ね、もちろん日常でも使えるような日本語もたくさんあると思いますので聞いてみてください。はい。でもちろんね、どんなアニメにも言えるんですけど、
これはアニメで使う言い方、口調だから現実ではあんまり使わない方がいいかなっていう言い方とかもあったりするので、もしね、好きなアニメがあって見て、こういう言葉使いたいんだけどどう思いますか、大丈夫ですかっていうのがあったら、ぜひオンラインレッスン来て聞いてください。はい、そんな感じですかね。はい、次回は2番目に好きなワンピースとか、あと呪術廻戦とか、あとは結構海外でも人気があるスパイファミリーとかね、その中から一つ話したりしようかなと思います。はい、もしリクエストがあったらよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ちょっと長かったんですけど、もし全部見てくださった方がいたら本当に感謝です。ありがとうございます。はい、そしていつも通りオンラインレッスンはプレプリとアイトーキーやっておりますので、よかったら来てください。はい、それじゃあ皆さん、今日も本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。See you later. バイバーイ。